皆様ごきげんよう、宮豆さなです。本日は航空母艦赤城からお送りしております。赤城は昭和2年、1927年3月25日に竣工した排水量3万トンの巨大空母でしたが、当時の赤城の特徴は、なんといっても3段式の飛行甲板です。今にしてみると実にヘンテコな珍兵器のような姿をしておりますが、これには深い理由がありました。まず一番下の飛行甲板は攻撃機の発艦用。中段の飛行甲板は戦闘機の発艦用です。そして最上段の飛行甲板は着艦用となっております。このように多段式の飛行甲板は非常に先進的で、発艦スペースと着艦スペースを空間的に分離することで艦載機の効率的な運用を目指したのです。現在の空母でいうところのアングルドデッキと目的は同じになりますね。ただ多段式の飛行甲板は設計思想の方向性があまりにも変というか、ガミラス帝国以外の採用例は今のところなかなか見られずに、実際の多段式の飛行甲板の運用はしばらく経ちますと一番下の飛行甲板は基本的には戦闘機用、2段目の甲板は使われずに、3段目の飛行甲板は攻撃機の発艦用と着艦スペースに割り当てられることになり、発艦と着艦のスペースの分離というコンセプトの達成にはなりませんでした。しかし、2段目の飛行甲板には空母らしからぬ、ある強力な武装も搭載されていたのです。おまんじゅうたち、連想砲2つ、持ってこーい。ご覧くださいませ。これが従順洋艦クラスの主砲、20サンチ砲です。竣工時の赤城には搭載されていませんでしたが、その後に搭載が確認されています。メサ君メサよー。後で救助しておきます。このように3段空母地帯の赤城は空母としての能力に加えて巡洋艦としての砲撃力も兼ね備えた艦だったのです。多分赤城はこの要塞感がめっちゃいいですよね。ただし主砲の扱いについては注意が必要でして、主砲を対空戦闘用に行角を上げすぎて発射いたしますと飛行甲板が破損しますので、主砲での対空戦闘はやめておきましょう。赤城の飛行甲板が。後で修理しておきます。それまで我が国では世界初の空母と割と無理やり定義づけられることがあります宝生がすでに就役していましたが、宝生の排水量は7400トンに対して赤城は3万トン、改装後はさらに巨大な艦になりますので、とにかく艦としてのスケールが大きいのです。大きいのは空母として正義です。ただ一隻失うと大変なリスクになりますので、その後の日本の海軍の方針は中型空母の整備に傾いていくことになります。何？この海域に野生の敵偵察艦隊だと？バーチャル世界ではたまに野生の艦隊が湧いて出てくるんですよね。しかしご安心くださいませ。これこそ三段空母地帯の赤城の進化が発揮できる戦場なのです。おまんじゅうたち、航空母艦赤城第一戦速。この時の赤城の機関は石炭も使う混焼艦ですので、黙々と黒い煙が出てきましたね。それでは赤城の煙突に注目していきます。赤城の右舷には2本の煙突が搭載されていました。正確には第1煙突と第2煙突。第1煙突は重油を使っている機関、つまり重油洗浄艦で、排煙は海水シャワーで流すという湾曲型の煙突となっております。第2煙突は石炭も使う機関、つまり混焼艦で、こちらは黒煙を吹き出すタイプの小型の煙突になります。よし、一旦第2煙突を止めてみましょう。このように石炭の煙を出す煙突を止めてしまえば、着艦の際に排煙の影響を軽くすることができます。もう一度速力を上げるときは、石炭も使う混焼艦の方も使えば良いという感じですね。だったら重油洗浄艦だけでいいと思うかもしれませんが、石炭は日本で賄える資源でしたし、有事のリスクを考えると一理あるシステムではあります。ただし性能の限界もありまして、後に重油洗浄艦に統一されて、石炭は使われなくなってしまいます。この煙突の組み合わせは、後の空母のための試験的な意味合いも強かったのではないかと思いますね。煙突の周辺の居住性はですね、人殺し長屋です。よし、敵艦隊の位置はすでに判明しております。航空隊、全機発艦せよ。三段空母地帯の赤城の搭載機数は理論上は60機で、
艦上戦闘機は16機、艦上攻撃機は28機、艦上偵察機は16機を搭載する予定でした。しかし、残念ながら、実際は予算不足によって定数が載せられることはなく、昭和初期の段階での搭載機数はわずか36機前後でした。これは小型空母の龍城とあまり変わりませんが、大型空母である巨体を生かして、同時発艦数で小型空母を圧倒したいところではあります。どうしたまんじゅうたち、おまんじゅうが混乱しているようですね。理論上は上甲板に攻撃機を24機配置して発艦できたとは書いてありますが、実際のところは編成に偵察機を含める必要もあったため、同時発艦数も宝生とあまり変わらないという悲しい状態でした。もしかして三段空母ってダメな子なんでしょうかね。じゃねえよ。ボウフレー航空隊前期発艦、敵偵察艦隊に急行せよ。現在まんじゅう航空隊が敵艦隊を攻撃中です。戦果を待ちましょう。よし、敵巡洋艦に爆弾が命中。続いて巨大な命中。敵巡洋艦撃沈認定。よし、距離を詰めて砲撃を行っていきます。航空母艦赤城突撃。赤城に搭載された23丁によって敵駆逐艦を蹴散らしていきます。撃てー。赤城には正面の23丁だけでなくて、原則にも片舷3機の23丁が搭載されていました。こちらもぶっ放していきましょう。進め進め、勝利の女神は下着をちらつかせているぞ。よし、野生の敵駆逐艦に通撃を与えました。よし、3隻は沈めたと思いますね。敵からの砲弾が連続に被弾。ひるむな、反撃せよ。しかし敵駆逐艦はたかだか 12.73 丁、赤城には14戦艦としての装甲はすでにありませんでしたが、十分な減速装甲がありますので、駆逐艦の砲弾なんて豆鉄砲もいいところですよ。飛行甲板はまずい。もちろん赤城は空母ですので、飛行甲板は静寂です。攻撃隊の着艦に備えて修理を急ぐしかありませんね。おまんじゅうたち、応急修理を急げ。しまった、さらに砲弾が。おまんじゅうたち、後で救助しておきます。敵艦資金、四方行角を下げ、総員被弾に備えろ。撃てー。敵駆逐艦合沈。我敵巡洋艦を4隻、敵駆逐艦を7隻撃沈せり。あれ、日の出だと思ったら雨が降ってきましたね。しまった、雨漏りがひどいことに。実は近代化改装前の赤城は開放式の格納庫であったことや、飛行甲板自体も屋根としては不十分で雨漏りがすごかったようです。このような赤城の設計は黎明期の空母では見られたものでしたが、後に密閉式の格納庫に改められております。急に止みましたね。よかった。あとは攻撃隊の着艦ですが、これも一悶着ありそうですね。竣工当時の赤城の着艦制動装置は縦柵式制動装置でした。詳しくは別の動画で取り上げようと思いますけれども、原理としては飛行甲板に大量のワイヤーを縦に並べて、艦載機に取り付けられた専用の金具に引っ掛けて摩擦によって着艦させるという代物でした。こんなものでうまく着艦できるかですって？できるわけがないでしょ。おまんじゅうたちー。あれは山本五十六提督。実は山本五十六、当時大佐は多段式空母赤城の艦長であった時期があり、着艦に失敗しそうになった艦載機に山口多門中佐と共に飛びついて助けたという逸話が存在しています。多分。ということで三段空母赤城の検証は以上となりますけれども、次に三段空母赤城の歴史やより詳しい艦の情報についてご紹介していきます。もう少しのお付き合いをよろしくお願いいたします。いやー、赤城ってすごく面白い艦なんですよね。
航空母艦赤城はもともと88艦隊計画における天城型巡洋戦艦として竣工するはずでしたが、ワシントン海軍軍縮条約の締結により巡洋戦艦としての建造が断念され、代わりに航空母艦として竣工いたしました。当時イギリスでは本格的な空母の運用には2万トン以上の排水量が必要という認識がありましたが、日本での新型空母は小型空母の砲床をやや拡大したほどの大きさで検討されており、赤城のような巨大な空母の整備計画は突然起きたかのような出来事になってしまいます。これは赤城を三段空母として竣工させた理由の一つと言えるでしょう。すでに A 空母フューリアスは多段式の飛行甲板と誘導式の長い煙突を備えており、より大型のカレージャス級空母も同様に多段式の飛行甲板を備えていたものの、この時すでに多段式空母の運用実績が期待したほどではないという情報もあり、アメリカ海軍の空母レキシントンは全通甲板の姿で竣工することになりました。しかし空母加賀はフューリアスの設計を完全に倣う形で改装され、赤城は煙突の仕様こそ異なるものの、同様に多段式の甲板を持つ艦として設計されました。これは未だ日本の艦艇技術情報がイギリスから強い影響があったことを示しています。なお、ワシントン軍縮条約では空母の排水量の上限を2万7000トンと設定しましたが、2隻のみ3万トンの基準排水量で空母の保有が認められており、天城と赤城はこの枠を使うことになりました。しかし天城は関東大震災で大破、そのまま廃艦になってしまい、代わりに加賀型、土佐型戦艦の加賀が空母へと改装されることになります。このため赤城と加賀は全くの別の艦ではあるものの、共通点の多いことから準姉妹艦とも表現されることがあります。結果を言えば失敗に終わった赤城の多段式の飛行甲板は、発艦と着艦の作業を空間的に分離するという目的があったことは確かでしたが、これは空母としてより高い運用能力を目指したというよりは、やむを得ない運用的な問題があったとも言えます。当時の縦索式制動装置は実用性がとても低く、発艦とは別の作業用のスペースを十分確保しなければ空母自体の運用がままならなかったのです。多段式空母が存在した理由は、黎明期の制動装置の性能不足によるやむを得ない妥協の産物とも言えるものでした。赤城のコンセプトを決定づけた要因の一つとなった肝心の縦索式制動装置でしたが、竣工から間もない頃にはすでに撤去されており、しばらくは制動装置がない状態で艦載機の運用が続けられました。赤城は当時の空母としてあまりに巨艦のため、制動装置がなくとも軽量な服用機を受け止めるだけの十分な面積が飛行甲板にあったという皮肉めいたというかもやっとした結果になっています。ただしその後、海軍は浮遊式着艦制動装置を購入し、1931年5月に赤城に装備してテストを実施。この赤城での運用実績が評価されて、横索式制動装置の国産化とさらなる改良が行われることになったのです。赤城は多段式の飛行甲板が注目されがちではありますが、実は水蒸気の運用する設備も充実しており、完備のクレーンで水蒸気を回収することができました。また飛行甲板の裏側にある巨大な機上を使ってクレーンを移動し、格納庫後部にあるシャッターを開いて水蒸気の収容が可能でした。こうした設備は同時期のイギリスの航空母艦にも見られるもので、A 空母の強い影響が伺えるのと、まだ航空機運用において艦上機が水蒸気とそこまで大きな性能差がなかったことも示しています。計画には終わったものの、赤城には総発機を搭載する案もあり、これは赤城や加賀といった大型空母を敵の戦艦部隊の攻撃に投入する計画のためとも言われています。飛行甲板の雨漏り問題は初期の赤城の深刻な問題の一つでしたが、これは飛行甲板の基部となる鋼材が軽量化のために肉抜きされていたためです。赤城の飛行甲板の鋼板の厚みもわずか4ミリで、これは軍縮条約のために艦の重量を削減したという説や、艦の重心が崩れて復元性を失うことを危惧していたのではないかとも考えられています。天城型巡洋戦艦であった赤城は空母化に従い喫水が大きく上がってしまうことが判明してしまいます。喫水の変化による問題は、艦尾の推進機の位置が本来の設計よりも上部になることで、設計通りの推進効率を発揮できなくなるという点にありました。このため天城型の空母改装では苦肉の策として艦尾をやや沈めた状態で艦のバランスを取ることになりました。赤城を側面から見ると確かに艦尾方向にやや傾斜しており、副砲の設置位置も艦尾方向に従い微妙に下向きに傾斜しているのが確認できます。
当時の赤城は偵察艦隊として主力艦隊から先行することも検討されており、また艦隊と共に行動しても敵巡洋艦部隊からの追撃されることも想定されていました。このため空母でありながら軍縮条約の制限いっぱいの合計10門の20センチ砲が搭載されており、艦尾にも減速砲、ケースメイト砲が片舷3門搭載されていますが、この砲は戦時の際は片舷につき2門ずつ、さらに砲を追加で装備できるようにスペースが用意されていました。対空砲として12センチ連装広角砲も6機が設置されていましたが、この砲は駆逐艦の主砲を広角砲化したものでした。当時としては性能面でも特に問題はありませんでしたが、降射装置との連動を前提としておらず、後年の 12.7 センチ連装広角砲に比べると全体的な能力では劣るのは仕方がありません。なお、赤城の広角砲は予算不足などのために最後まで更新されることはなく、ミッドウェー海戦もこの広角砲で臨んでいます。赤城の機関はロゴー艦本式重油戦勝艦11機と、ロゴー艦本式混焼艦8機によって13万1200馬力を発揮可能であり、高視速力 32.1 ノットを発揮したという記録が残されています。この速力でも赤城はやや低速な空母として判定されており、追撃してきた敵巡洋艦との交戦も想定し、主砲の搭載が行われています。通常ボイラーからの排気は煙突付近でも100度前後もあり、艦載機の着艦を大きく阻害してしまうことが問題とされましたが、湾曲した煙突に加えて海水シャワーを利用すれば30度前後まで冷やされ、甲板上には排気が上昇しなくなったと記録されています。ユーリアスを参考にしてしまった加賀とは違い、湾曲煙突の運用実績は良く、後の日本の空母設計に多大な影響を与えました。このように、非常に多くのトライアンドエラーが繰り返された試験艦とも言うべき赤城でしたが、加賀に比べれば性能の問題は少なく、艦隊での活動を続けました。しかし、艦載機の重量が増大するに従い、下段の飛行甲板ですら発艦で使われることも少なくなり、米空母レキシントンが100機以上の艦載機を搭載できたことからも、赤城の最大搭載数60機程度はあまりにも不十分でした。艦としても大きな問題を抱えていた加賀は、1934年から1935年にかけて大改装を受けると、赤城も大規模な近代化改装を受けることが計画されますが、実質的な工事開始は1936年にまでずれ込み、改装工事の完了は1938年6月にまでずれ込みます。大改装を受けた赤城は、予算不足のため、加賀に比べると工事は徹底されず、旧式な武装も目立ちます。特に多段式空母時代の飛行甲板からさらに新式の飛行甲板をかぶせる形で増設したり、艦としてはあまりにも複雑な形状をしています。とはいえ、大改装後の赤城は1000級の性能を持ち、航空隊の連度は世界屈指ともいえる水準にまで到達。この大改装後の赤城については後日、詳しく取り上げたいと思いますのでお待ちください。このように、大戦初期の活躍が注目されがちの赤城ですが、その大柄な関係を生かし、日本空母の発展のみならず、航空隊含めた空母機動部隊の発達に大きく寄与しました。赤城は、昭和初期から開戦前までの期間における、日本空母の発展そのものを体現していた艦とも言えるのです。はい。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。大改装後の赤城については艦内の調査も進めて今年中に再特集したいと思っております。また赤城の艦の変遷や海底調査の結果と CG を照らし合わせた動画は、別で特集しておりますので、こちらも合わせてご覧いただけますと嬉しく思います。今年も宮豆さんの帝国立体を何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。